まさみです。今日は先日本屋でたくさん本を購入したので、その買った本を紹介します。今4月なのですが、3月は実は私の誕生日月になります。なので、この本たちは誕生日プレゼントという形です。全部で11冊買いました。内訳としてはノンフィクションが2冊、フィクションが8冊、そして料理本が1冊です。シンガポールって結局本をほとんど輸入しているので結構高いんですよね。日本で洋書を買うような値段になっています。なのでこの11冊全部で2万5,000円ぐらいしました。結構高くつきましたが、これから何ヶ月もかけて読めることになるのですごく嬉しいです。ではそれらをどうしようかな。まず料理本、そしてその後にノンフィクション、そして最後にフィクション8冊を紹介したいと思います。はい、1冊目に紹介するのはこちらです。5 Ingredients。これはジェイミー・オリバーっていう人が出しているレシピ本になっていて、1ミリオン売れたらしいです。100万部で、この他にもこのジェイミー・オリバーはたくさんのレシピ本を出していて、この人は有名なイギリス人のシェフです。テレビ番組とかも持っていて、私はこのジェイミー・オリバーのテレビ番組が好きでよく見てましたというか、今もシンガポールでも たまにやっていて、つけると出てたりしてよく見てます。でこの人、その料理を作った後に実際にそれを自分で食べるんですけど、それがすっごい美味しそうに食べるんですよね。なので私よくそういうのが好きで見ています。なんで料理本買ったかっていうと、今の時代って何でもオンラインで調べられるから、本なんか買わなくても大概の料理は作れると思うんですけど、私が作ろうと思って調べるレシピってたかが知れてるので、料理の知識もないし、そんなにイマジネーションもないし、なので、こういうレシピ本を買って自分では普段作らないような料理を作りたいと思って購入しました。このタイトルにも5 Ingredients ってあるように、この中に載っているレシピは全て材料5つから作れるものになっています。全部そのレシピ1つずつは簡単に作れるというか、その調理時間自体は短いです。なんか長くても30分とかそんなもんです。実はこの間1個作ったんですよ。実際に20分ぐらいで簡単に作ることができました。ただ難関はこの5個の材料を揃えるのが多分一番難しいんですよ。こんな感じにここに材料があって、ここにレシピがあって、これが最終形の形みたいになっているんですけど、見たこともないような、聞いたこともないような材料が出てきたりとか、いろんなそのハーブの名前が出てきたりして、なんかそういうのが多分難しいんですけど、私はこれを別に毎日作るわけではなくって、これから1ヶ月に1回とかどれかを厳選して、材料を頑張って揃えて作っていきたいなと思っています。続いてノンフィクションを紹介します。ノンフィクション2冊のうちの1冊目はこちらです。アウトライヤーズ。マルコム・グラッドウェルが著者です。これ自己啓発本の中でも特に有名な1冊です。何で有名かっていうと、この中に1万時間ルールっていうのが書かれていて、その1万時間ルールっていうのが有名になりました。どういうルールかっていうと、人が何かのエキスパート、何かに秀でるためには、1万時間する必要があるみたいな話です。私もちゃんと読んでないので確かなことは言えませんが、その1万時間ルールがこの本が出たことによってとても有名になりました。私はその自己啓発本を1年に1回とか2回とか読むようにしています。なんで自己啓発本読むかっていうと、そういうのを読むと内容もそうなんですけど、自分の刺激になって頑張ろうって思えるようなところがあって、それで買っています。これもずっと読みたいなとは思っていたんですが、推してる人もたくさんいるので読んでみたいなと思って買いました。これを読むことによって今回も私の刺激となって、よしもっと頑張ろうって思えることを期待しています。はい、ノンフィクションの2冊目はこちらです。 The Sixth Extinction です。これどういう本かっていうと、ちょっとこの後ろから説明をしますね。地球の過去の5億年の歴史を遡ると、今まで5つの大きな絶滅が記録されてきた。このエクスティンクションっていうのは、絶滅っていう意味なんですけど、大きな5つの絶滅があったと。で次に予想される6個目のこの6個目ですね、6個目の絶滅っていうのが今までにないほどの大きな衝撃というかショックになるだろうっていうことになっています。
でこの6個目の前のものが恐竜の絶滅でした。で恐竜の絶滅っていうのは多分いろんな説があると思うんですけど、隕石がぶつかって環境が変わってみたいな話が有名ですよね。でそれは隕石によってもたらされたんですが、次の6個目っていうのは人類によってもたらされるものだろうというふうに考えられているみたいです。でその6個目の絶滅っていうのが、私たちが人の在り方についてすごい考えさせられるだろうみたいなことが書いてあるんですけど、私常々自然が破壊されたりとかいろんな動物が絶滅したりとか、そういうことに関心がありました。特に何か活動してるとかそういうわけではないんですが、こういう問題に関心があったので買ってみました。これも結構有名な本の一つです。どんなことが書いてあるのかちょっと楽しみです。なんか人としてどんな影響を、地球に与えているのか、どうやってこれから生きるべきなのかっていうのが、もしかしたらこの本を読むことによって考えが変わるのかなと思っています。残り8冊はフィクションになります。ちょっと最初に3冊一気に紹介をします。フィクション3冊はこちらです。これはパトリック・ネス著者のケイオスウォーキングシリーズというシリーズ作品になっています。でこれが1冊目で、2冊目これです。でこれが3冊目となっています。で実はもうこれ読み始めてます。ここにしおりが挟まっているんですけど、これはファンタジー作品になっていて、ちょっとダークな感じの作品になっています。どういう話かっていうと、主人公のトッドという少年が住んでいる世界は考えていることが他人に聞こえてしまう世界です。なので自分にも人が考えていることが分かります。聞こえてくる他人の声っていうのはノイズって呼ばれていて、このノイズに囲まれて生きるのが、当たり前の世界というふうになっているんですが、このトットという少年がその世界から逃げなくてはいけなくなって、ただ自分の考えが周りにダダ漏れの中どうやって逃げるのか、そしてどこに逃げるのかみたいな話になっています。まだ読み始めて今150ページぐらいなんですけど、すっごい楽しんで読めてます。次に何が起こるんだろうみたいなのがワクワクしながら読んでいます。パトリック・ネスは私が大好きな著者のうちの一人です。この他に読んだことがあるのは、怪物はささやく、それからモアザンザットっていう作品があります。どっちも面白かったです。なのでこのシリーズもいつか読みたいなと思っていたんですが、実際に読んでみてすごく面白いし、読んだ人からもすごく評価の高い本になっています。なのできっとこの2冊目3冊目も楽しんで読めるのかなと思って期待して今読んでいます。フィクション4冊目はこちらです。パイの物語。著者はヤン・マーテルです。この本何度か以前の動画で紹介している本になります。ファンタジー作品となっています。主人公はインドの少年パイです。パイがインドからカナダに移住する際に乗っていた船が、沈没をしてしまって、救命ボートに乗ってパイは助かります。でその際にその船に乗っていた動物も同じ救命ボートで助かるのですが、その中にこの写真にあるように、虎がいたんですよね。で虎は肉食で、人を襲うこともあります。そんな虎と同じ救命ボートに乗って、どうやってパイがサバイバルするのかっていう話が書かれています。なんか衝撃の結末がみたいな感じですごく読みたくって買いました。で実はもう読み終わりました。すんごい面白かったです。詳しい感想はまた来月読んだ本で紹介したいと思っています。この本自体はパイの目線で語られているのですが、それがすごくリアルで、なんかそのパイが感じている苦しみだったり喜びとかがダイレクトに伝わってくるような、自分もその苦しみを感じているかのような、喜びを感じたかのようなリアルさがあって、すっごく楽しんで読めました。フィクション5冊目はこちらです。フランケンシュタインです。なんかすごい挿絵ですよね。これも何回か過去に動画で読みたいって言って紹介していた本です。フランケンシュタインは私名前だけすごい聞いたことがあって、どんな話か知りませんでした。怪物が有名ですけど、怪物じゃなくってそれを作り出した博士がフランケンシュタインっていう名前らしいです。私は知りませんでした。怪物がフランケンシュタインなのかと思ってました。これもファンタジーっていうんですかね、ホラー
ホラーですね。フランケンシュタインっていう科学者が、理想の完璧な人間を作り出そうとして作り出してしまったのが恐ろしい怪物でした。フランケンシュタインは見た目のおぞましさとかに、ショックを受けて、フランケンシュタインだけで故郷に戻ってしまいます。その怪物を残したままで、怪物は見た目は恐ろしかったのですが、人間の心と知性を持ち合わせていて、孤独に悩んでしまうんですよね。でいつしかその孤独とか悲しみがフランケンシュタインへの憎しみに変わって、そのフランケンシュタインを追い詰めていくっていう話みたいです。きちんとフランケンシュタインについて読んだことがなかったので、あとはそのあらすじを聞いてすごい面白そうだなと思って、今から読むのをワクワクしています。ちょっとね、この挿絵があんまり好きじゃなくって、他のバージョンも探したんですが、これしか見つかりませんでした。ただ内容はすごい楽しみです。続いての本はこちらです。若草物語です。若草物語って私多分昔子供の時にテレビでやってたアニメで見たことがあるんですけど、内容は全然覚えていません。女の子の兄弟の中のジョーっていう女の子が多分主人公で、多分小説書いたりするのが好きとかそういう話だったような気がするんですけど、なぜ全然覚えていません。これも有名な話の一つで、クラシックでファンがたくさんいますよね。でちょっと明るめの本っていうか、ちょっと明るい気持ちになれるような本を読みたいなって思っていて、今回これを買いました。この本のバージョンっていうんですか、これハードカバーになっているんですけど、これもすごいいいです。で中にちょっと写真みたいなのがついていて、これはアメリカで実際に実写版でその映画みたいになった時のものがこの写真として挿絵で使われています。明るい気持ちになりたい時とかに読みたいなって思ってます。続いての本はこちらです。オリバー・ツイスト、著者はチャールズ・ディケンズです。これも有名な本ですね。このオリバーっていう少年が主人公の物語で、このオリバーっていう少年がすごい可愛いそうなんですよ。確か9歳とか10歳とかまだ子供で、孤児として施設で住んでいて、そこから、次々と不幸なことが起きるみたいな話なんですよね。窃盗団に入れられてとか、警察に捕まってとか、不幸なことが次々とこのオリバーのもとに起こって、最終的にはオリバーが幸せになれるのかなっていう話だと思うんですけど、これ自体は物語、作り話になっているのですが、実際に昔のヨーロッパっていうんですかでは、こういうことがあったらしいという話で、それが元にして話が作られています。子供が人に売られたりとか、そういう話になっています。でそうやって人に売られていった子供たちが、働き手として売られているのですが、過酷な状況を生き抜いていたようです。そのうちの少年の一人、オリバーっていうのが主人公として描かれています。オリバーツイストっていろんなバージョンがあって、実はこれ児童書コーナーにありました。これ自体もすごい分厚いんですけど、大人用のところに置いてあったやつがもっと分厚くって、もっと文字がちっちゃくって、一回悩んでやめて、これをその子供用の本のところで見つけて、これなら読めると思って買っちゃいました。これも読むの楽しみです。続いてが最後の本になります。こちらです。アルケミストです。この本愛読書にしてる人がすごい多くって、感想が人生に夢と希望を与えてくれるとか、すごいいい感想が多いんですよね。でずっとどんな本だろうって思って読みたかった本です。主人公は羊飼いの少年です。その少年はスペインに住んでいて、スペインからエジプトに旅をします。なんで旅をするかっていうと、ピラミッドに宝があるっていう風に信じて、その宝を探しに旅に出ます。その宝を追って旅に出た少年が羊を売って、最後にそのエジプトピラミッドにたどり着いた時に何を一体見つけられるのかっていうことが書かれているらしいです。人生に本当に大切なものを教えてくれる愛と勇気の物語みたいな風に書かれていて、今から早く読みたくってワクワクしてます。はい、以上が先日購入した本11冊でした。これら買った本をこれから何ヶ月もかけて楽しめると思うと、すごい幸せな気分です。昔は本屋さんにちょくちょく行ったりしてたんですけど、今は近所にその手頃な本屋がないので、何ヶ月かに1回行ってまとめ買いするっていうのが、最近の本の購入事情みたいになっています。普段購入する時に今リストみたいなのを作っていて、
携帯電話に気になった本、これから購入したい本みたいなリストをつけているのですが、なんか実際は本屋さんに行ってうろうろして全然違う本を買うことの方が多いです。そうやって本屋さんで何時間も、普段いる時は3時間とかは簡単に時間が潰れちゃうのですが、本屋さんでうろうろしている時間もすごい楽しい時間の一つです。はい、動画は以上になります。またこれから読んでいってお気に入りがたくさん出るかなって思っています。読んだ本についての感想もまた違う動画で紹介していきたいと思っています。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。